人空港のマッサージを受けてたらもう太陽が上がってきました。割といっぱい人はもういました。すげえ、タイ航空のキャビンアテンダントがめっちゃ可愛かったです。ヤンゴンに着きましたけど、空港は全然普通ですね。空港から市内まで22,000チャットだったんで、1500円ぐらいですね。1チャットが 0.07 円らしいので22,000円と大体1500円ぐらいです。なんか他の東南アジアと比べてだいぶ高いなって思いました。パッと見インドネシアみたいです。これがヤンゴン一のホテルらしいです。まあ部屋のグレードはかなり低いですが、1泊9,000円ぐらいです。ヤンゴンの街中を歩き始めましたけど、全然バングラより好感が持てます。なんか雰囲気としてはタイをちょっとなんか貧しくした感じですかね。たまにめちゃめちゃ汗臭い人がいるという、汗の匂いなのかしょんべんの匂いなのかよくわかんない、そういうのがたまに猛烈な匂いがする、そんな街です。今僕ここまではグラブを使ってきたんですけど、全く今お金を持ってないんですよね。でそれなんで両替をしないといけないんですけど、もう最近なんかミャンマーで流行ってると言われる裏の監禁所を探そうと思います。なんかパッと見こうパッて見るとベトナムっぽくないですか？こういうとことか鳥がいっぱい止まってます。ヤンゴンのいいところは割とこの下水道の蓋がちゃんと閉まってるのがいいところですね。本当先週とかにタイに来てたベラルーシ人がタイで拉致されて臓器取られた事件があったんですけど、それの悪い人たちがミャンマーの人たちなんです。ミャンマーのそういう集団なんで、ちょっと拉致も気をつけないといけないですね。そこにこうあります。G 裏っぽい両替所を紹介してくれました。で今そこに向かいます。お腹減ったので早く両替してなんか食いたいです。結論から言うと確かに闇両替はありましたね。で今のレートが100ドルで数えにくいんだよな。100ドルで22万、とりあえずなんか22万っていう数字だと思うんですけど、22だったんですね。でそれに対してその闇両替でのレートが40だったんで、倍まではいかないけど倍近いレートで100ドルが交換されました。噂によるとなんかもっと俺もなんか60ぐらいまで行ってくれるんかなと思ったので、なんかストリートフード食べたいんですけど、すごいいい匂いがして食べたいんですけど、
その後のことを考えたらなんかここで食べなくてもいいかってなっちゃう。とりあえずここで入った店でビールとお店の人のリコメンドを注文しました。チキンの揚げた唐揚げみたいなのが来ました。さっき後ろのお兄ちゃんと話をしてたんですけど、これがなんかすごい辛いらしくて、もし辛かったら別のソースに交換を頼むこともできるらしいです。こうやってなんかディップして食べるらしいです。一瞬かけるんかなと思ったらディップするらしい。なんか唐揚げって肉だけじゃないですか。これはなんか辛軟骨揚げみたいな感じですね。軟骨入り唐揚げみたいな感じです。まあでもうまいです。このタレもそんなに辛くないです。いい感じです。ビールと合います。初めてのミャンマーの食事を屋台で食べたんですけど、思いのほか美味しくてですね、ちょっとびっくりしました。なんかタレが美味しかったですね。あれ多分日本で出しても全然いける味でした。これから日付がもう回って10月の23日かな。でもう12時ぐらいなんですけど、昨日の夜、昨日の昼でよくわかんないストリートフードを食べたんですけど、なんかあの夜急に吐きが起きてもう全部吐きました。多分ですけど、で多分なんか下痢とかにはなってないんで、僕の経験上これはなんか衛生面の問題、菌の問題じゃなくて、なんか使ってる油が悪かった。もしかしたらD5用っていう下水から作られた油を使ってすんげえ気持ち悪くなったんだと思います。とりあえずまだ動けるんで、今もう12時で飯を食いに来ました。ちゃんとしたところで飯を食った方が、いいなと思ってここに来ました。よく見たらあそこに一風堂とかも入ってるんで、そこで食べた方が良さそうです。マラータンがこのヤンゴンだけ見てる分にはすごいいろんな民族が仲良くやってるなって感じはするんですけど、ヤンゴンから抜けるとちょっと地方の方に行くとそういうわけではないのかもしれないです。さっき店に入りましたけど、中国と一緒で僕に対して英語を使うわけではなくミャンマー語でバンバン話しかけるんで、ミャンマー語は結構ミャンマーいいかもしれないですね。奥に見えるやつがスレパゴダという城です。城じゃねえよ、寺院です。全然ミャンマーのことを調べずに来たのでよくわかんないですけど、とりあえずあれが観光地だっていうことは知ってます。入場料が1万ちょっとかかるようです。でなんか仏教の関係で自分の生まれた曜日が大切らしくて、事前に調べとくといいって書いてありました。靴を脱いで入るときに押し売りのごとく買わされました。でこれが寺です。金ピカです。こっちにもなんかいろいろあります。中は円周になっててぐるっと一周回れるんですけど、この赤いやつが裸足で歩くとなんか痛くてちょっと
痛いし、石畳のところは暑いし、どうしようかなって感じです。インドネシアのモナスみたいな像があります。ハレイパゴダの近くにあります。思ったらその近くにロシアのサンクトペテルブッチみたいなロシアっぽい建造物があります。恒例のコーラチェックを今行ってるんですけど、ミャンマーのコーラは種類でいうとインドコーラに近いです。炭酸弱めです。これで新しい発見が1個できたんですけど、日本とか東アジア航空と、インドをはじめとするあの辺の航空の味の違いはここミャンマーで分かれてることが分かりました。ジャパニーズ居酒屋もあります。インドネシアで見た感じしますね。こういうなんか現地人がイメージして作った日本食。これがチャウタッタキーっていう寺院みたいなんですけど、本当かな。さっきそこにいた警備員の人にチャウタッタキーって言ったら、あったきって言われてイエスって言ってたんだけど、ちょっと本当かどうかよくわかんないです。ここで Take your shoes with together、 ここで靴を脱ぐようです。犬がいます。でかいです。僕の日曜日ゾーンだけ僕のろうそくが手向けられました。ヤンゴンには観光客は全然いないです。すごい今の観光はすごいしやすいですね。マジホテルでなんか中国人と話したぐらいで全然観光客と会ってないです。これを買ったんですけど、なんか懐かしい昔のファンタって感じの味がします。他の東南アジアはもう発展しきってしまってる感じがあって、なんかもうほとんど日本と変わらんやんって思っちゃうんですけど、もうベトナム行ってもタイに行ってもただなんかまだミャンマーはなんかすごいまだ懐かしいなって思えるような場所です。なんかこの景色がこう今後変わってしまうと思うとちょっと寂しい気もあります。歩いて中心街の方に戻ってきました。でこの近くに中国語で言うと大金塔というのが大きい金の塔という寺があるんで、そっちに今向かっておりますというかたまたま近くにあるんでちょっと行ってみようかなって感じなんですけど、路地裏マーケットに来ました。なんかタイとかのマーケットはなんかもう観光地向けなんか場所って感じしますけど、ここはマジガチで生活感があります。そしてまあ耐えきれないほどじゃないけどまあまあ臭いです。この先は何もなさそう。なんかね、ミャンマーの何族だっけな、シャン族みたいなところは虫も食べるらしいんで、これはマジなんもねえな。ちょっと戻ろう。ここがなんていう寺院かよくわかんないですけど、なんかよく見ますよね、この寺院。
で寺院に行ったらお決まりの僕の生まれ年のサンデーの棚にこの花を飾りに行こうと思います。3日目になりました。ちょっとホテルを変えてですね、ヤンゴンで、いくつか5つ星ホテルがあるんですけど、その中の2つ目に行きました。これがなんか昔の市庁舎をなんかリノベーションしたようなホテルで結構綺麗なんですよね。なんか前のホテルよりこっちの方が好きです。ここはノースモーキングって書いてあります。残念。言えば交換してもらえたかもしれないですけど、吸う時は外に出ればいいでしょう。これがベッドです。で、服があります。ここに鏡、ここにいろんなのが入っています。風呂、シャワールームと多分トイレ。思いっきりここガンってやるとぶつからんようになってる。ミャンマーの高いホテルはこうビールとかコーラとか、これがなんだペリ、酒、アクア、これチョコレート、ビューティー&スパもあります。で、この一泊がね7000円ちょいだったっすね。テラス席のお店に来て夕食をとります。結構美味しそうなんですけどね。これなんか薄い肉が好きなんでちょうどいいです。これが多分豚で、他がそろそろ全部豚なんですけど、これがタイガービールですね。美味しそうです。ヤンゴン中央駅に来ました。なんか思ってたよりこんな近代的な電車が、さっきのあそこにいる軍人が、そこの外人がもう一人いたんですけど、それに話しかけて「お前は外人か?」っていう話をしたんで、そしたら耳を澄ましたら外人は無料だって話をしてました。なんで僕もそれに向かって「俺も外人だ」って言ったら乗車賃無料になりました。電車が来ました。電車に乗りました。これは日本の古い車両が使われているようです。Thank you. 無防備に銃が置いてあります。セキュリティが甘すぎます。電車がヤンゴン駅を出発しました。めちゃめちゃ遅いスピードです。インドの電車みたいに物売りがめっちゃ来ます。そして食事が全然していいので、もうこの電車の中がタレの匂いですごいです。すごい地元民と触れ合える電車です。いろんな人が話しかけてくれて楽しい電車です。
ちょっともう電車で一周するだけなんで、この途中でインセインという駅で途中下車して、これに乗ってダニンガンの方に向かいたいと思います。今まで東南アジア行って、いろんな乗り物を乗りましたけど、これは初めてですね。もう前が全部見えるんでノーヘルでいいし、すげえ気持ちいいです。わかんない市場に到着しました。ここはもうさっき電車で通り過ぎたんですけど、なんかここぐらいしか見どころがないですよね。ここもなんかもう朝が一番繁盛していて、その他のところは今の時間帯はもうほぼほぼ店じまいになっちゃってるんで、あんまりもう活気はないんですけど、基本的にこういうなんかナスとかトマトとか、そういうなんかなんていうんですか、これ野菜みたいのが結構多いですね。でもなんか綺麗ですね。綺麗。もうバングラで行った魚市場なんて相当汚かったです。みんなほらここ掃除してるし、すごいなんか整っていいとこですよ。この辺の市場を回ったんですが、特にめぼしいものはないですね。今日の朝飯です。ベトナムカフェに来ました。昼飯です。このスープとキクラゲのサラダです。これが公園のルールで、ここにいろいろルール書いてあるんですけど、注目すべきはこれです。公園は交尾禁止です。